どうも、熊五郎さんです。奥さん、今日もいいジャンク入ってるよ。こちら。読み方わかりません。サバジェ D2。メイドインチャイナ。ヘッドホンアンプですね、これ。入出力端子はね、こんな感じになってて、デジタルの同軸入力。これ光入力だね。で、USB インがあって、こっちに DC5V インがあるけど、多分だけど、コアキシャルかオプティカルで入力した時には電源がないから、こっちで電源入力をしてくれと。USB だけでやるときは多分ここだけでいいと思うんだよね。で、アンプにつなぐんだったら、LR の RCA 出力でつないでと。で、あと、こっちにヘッドホン出力あるよと。で、ボリュームはデジタルだね。カチャカチャしてる。で、押し込みで電源だね。そんだけ。なんかね、音出ないらしいです。今回はね、これを修理してみようと思います。あと、中の作りとかも気になるよね。なので、いろいろやっていきたいと思います。ハイレゾです。あと、ちっちゃいね。手のひらサイズ？手のひらの半分ぐらいですか？ちっちゃいです。多分ノートパソコンとかになんかつなぐような、そんな設計なのかな？じゃあ動作チェックやっていきます。はい、じゃあまずつないでみたいと思います。これの下の方だね。USB インの方につなぎます。ちょっと見えづらいかもしれないけど、青い LED 光ってるよ。白くなった。お？動く？認識してるよ。サバ JD2 DAC。緑になったらコネクタント USB オーディオってなったから今オフになってると思う。今青になった。押したらもう一回押す。サバ JD2 DAC になった。で、音量が効かないね。ずっと100のままですね。どういうことなんでしょう。で、こういうね、危険なジャンク品の動作チェックにちょうどいいヘッドホン持ってるんです、お兄さん。これ万が一燃え上がってもね、痛くも痒くもないっていう。ちょっと繋いでみた。で、音楽鳴らすか。再生始まったね。無音です。接触動向じゃないね。なんだろう、差し込んだ時のガビガビって音もしない。あと音量が下がんないよね。100のまんま。これ何なんだろう。ちょっと一回押してみるよ。緑になった。コネクタント USB オーディオ。レーザーのヘッドホンですね。こっちで今なってます。こっちはなんない。多分緑でスタンバイなのかな。切り替わっちゃうから。選択デバイスで出なくなっちゃう。で、もう一回押すと青。もう一回押すと白。鳴ってる。音出てる。どういうこと？ボリュームを聞くわ。音出たぞ。この状態で音出てるね。1クリックで音が結構変わる。ボリューム5ぐらいで結構でかい音になるね。で、ボリュームはもうこの中でコントロールしてるだけみたい。パソコン側が反映しない。押すと3つのモードに変わるみたいで、青、緑、白。白だとボリュームが効く。青と緑はちょっとわかんない。もしかしたらプリアウトしてんのかもしんないけど、音出ちゃうじゃん。全然ジャンクじゃねえんだけど。あくまで予想だけど、青がスタンバイで、緑がプリアウトモードで、白がボリュームコントロール、イヤホンでボリュームコントロールできるモードなんじゃないかな。なんてこった。動くやん。でもなんで音が出ないって操作方法がわかんなくて音が出ない判断したのかな。なんてこった。どうしようかな。ちょっと音のチェックしようか。そしたら、ちょっとショックだな。動いちゃうのは。音のチェックはね、アーカーゲイの K701 これでチェックしてみたいと思います。はい、試聴行いました。音は悪くないんだけど、多分ね、意図的に8キロ以上の音を強くしてありますね。このハイレゾなんだよっていうのをアピールしたいがために高い音強くしてると思います。ドラムの叩いた瞬間のバチンって音がうるさい。音楽は普通に悪くはないけど、音像定義がね、ちょっと狭いですね。なので音が分離しないというか、近くでいろんな音が一緒になっちゃう感じ。でも別に悪くないですね。なんかちょっと味付けは感じますけど、で、パワーもすごいありますね。アーカーゲイのヘッドホン。インピダンス高いんですけど、余裕で鳴ってますね。そんな感じ。だけどお兄さん、ジャンク作業許したわけじゃないですよ。でも動くんだよな。あとそうか、プリアウトとか、デジタル入力とかのテストもやるべきなんだろうけど、使わないからね。でも RCA 出力がしてるかどうかは、すぐチェックできるな。そう。これでね、ダイソースピーカー。お兄さんの部屋に3セットあったよ。
前に買って変換コードをねこれで後ろのプリアウトにつなぎます。これでプリアンプとして動くのかどうかがチェックできますね。まあでもどうせ動くと思うよ。はい、再生しました。今白なんで多分イヤホン出力なのかな。緑で来るんじゃない？違うな。青でも来ない。白。なぜかプリアウトまでボリューム効いちゃうけど出てますね。ということでやっぱこの白い LED で電源オンなのかな。よくわかんないけど緑では出ないよ。プリアウトも大丈夫です。で多分プリアウトもヘッドホンも同じ出力かもしれないね。ボリュームが効いちゃう。結局動くやないかい。まあ、中分解して見てみようか。はい、それじゃあバラしていきましょう。ねえねえお兄さん、なんで壊れてないのにバラすの？大人の事情やっちゅう。トルクスですね。あ、5と6だ。これのいいやつ欲しいな。取れた。へえ。結構綺麗に作ってある。はい、これで全バラですね。なんかすごい斬新なことやってるよ。こっちが USB 入力。まあ音も入るやつね。こっちが電源入力なんだけどさ、この支柱2本、多分これプラスマイナスだと思うよ。配線ないもん。ほら。多分プラスマイナスだ。ボルトナットで電気通してる。あ、DA コンバーターこれだね。PCM5122 バーブラウン。これ水晶ですね。オペアンプはないんだね。ここがイヤホンジャックで、まあ多分 LR なんで、ここだよね。LR で。これで音作ってんのかな？あんまいじるパーツもないよね。オペアンプ交換ぐらいやってやろうかなと思ったんだけど。できないわ。コンデンサでも変えてみるかい？全部 16V 用だね。100と470。470が2つと、100が5個。そうだよな。まあ実際動いちゃったからね。カスタムするぐらいしかないんだよね。ちょっと部品調べてきます。多分ね、このついてるコンデンサは全部電源周りだと思います。多分ね。どうなんだろう。多分これが DA コンバーターで、ここからアナログ信号がこっち通って、ここの LR に来るんじゃないかな。こう来て、多分この辺がオーディオ用コンデンサーになると音が良くなるみたいな区間だと思います。オーディオラインは全部このチップコンデンサー使われちゃってるよね。ちょっとね、面白いコンデンサー見つけたんで、それを今注文しました。多分届くのに3日4日かかるんじゃないかな。それが届いたら、また作業の方やっていきます。はい、ご用意しました。コンデンサですね。足付き部品です。表面実装用なんだけどね、こっちは。ちょっと多めに買いました。はい、買った部品はですね、強立エレショップさんで購入しました。で、今回ご用意したのがこちら。導電性高分子アルミ固体電解コンデンサっていうね、ちょっと変なやつ買いました。容量耐圧は揃えてあります。コンデンサの種類が変わって音が変わるのかどうかっていう、実験ですね。どこだったかな、メーカー。ちょっと待って。これです。日コンの LF シリーズ。超低 ESR。高許容リプル電流品ですね。耐熱105度なんで、ちょっと強いやつですね。さらに低インピーダンス品っていうのも売ってたんだけど、ちょっとそれは見つけられなかった。導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサーのやつで表面実装のやつっていうのがもうサイズがでかくなっちゃうんで、仕方なく足付きを購入しました。470マイクロファラドこれですね。この違い。他のやつもここで交換します。足付きなんで足を曲げてなんとか無理やり取り付けます。はい。文句は受け付けません。じゃあやってこう。まずコンデンサ取っちゃうか。で、低融点ハンダ使います。
あ、そうだ。ハンドアシストツール買いました。また新しいやつ。グッドのやつね。早速使いましょう。なかなか取れないね。後でヒートハンデやります、やっぱり。とりあえず低融点ハンダ入れちゃおう。角張ってる方がマイナスだね。あ、隣のチップも取れちゃった。ちょっと直す。危ない危ない。ちょっと小さすぎるんでね、ルペ使います。さすがに見えねえ。大丈夫だね。で、こいつらをどうやってつけるかだよね。向きはこうだね。こういく？横倒し？こんな感じでつけられたら理想だよね。足の曲げが大変そうだけど、まあちょっと頑張りましょう。多分大丈夫。まあちょっと他の先取っちゃいましょう。はい、取れました。先にハンダ吸い取りますか。まだちょっと熱いね、これ多分。ハンダ取れました。で、こっからは足の折り折りタイムですね。なんかね、ハンドアシストツールのこれがね、足を折るツールらしいのよ。これ。わかるかな？通して、これでクイって曲げるらしいよ。ストレートに下ろしたらいけるな、これ。キュッと。あ、なるほどね。なんか部品に力をかけずに曲げられてる気がする。キュッと。おお、やりやすい。なるほどね。こんな足の形にできましたね。で、これで入れちゃおう。素晴らしい。足も切っちゃうよ、もう先に。こんな感じでどうですか？はい、ぴったりです。こんな感じでできたんだけど、他の部品と触るの嫌じゃん。ここをどうするか。よくなんか白いゴムみたいなエポキシじゃないけど、なんかそういうの使ってるよね。さすがにね、そういうのは持ってないんすよね。まあ、固定はもうちょっと後回しにしよう。なんとかするよ。どうしようかな。接触しないように少し浮かせた状態でハンダ付けしていくか。なんかスペーサー？一時的なスペーサーが欲しい。これでいいか。ちょっと巻いたマスキングテープで。これで使おう。これで付けちゃいますね。あとね、一番めんどくさそうなここ。どうやるんだっていうね。立てるか。そうしよう。ここは寝かせずに行くか。できんのかな。ここね、
つけたいの。こうできないじゃん。いや、まあできるはできるけど、危ないでしょ。ハンダポイントとすごい近いから、立てよう、ここは。立ててみる。こんな感じですかね。これで置くと、いけるね。いけます。悪くないな。こんな感じ。いいね。細いところ先にやんないと手入んなくなっちゃうからね。OK。多分大丈夫だね。なんとかいけそうですね。こっちの小さい方のコンデンサーは立ててもいけるね。全部それでやっちゃう？高さも多分ギリギリ間に合ってる。全部立てちゃおう。これでつきましたね。無理やりだけど。結構いけるもんだね。こうやって見ると、このサイズは多分サイズ自体は変わってない感じだね。これはちょっと太いけど。はい、とりあえず完成。あとこの太いコンデンサーどうやって固定しようかなっていうところだね。ホットボンドでいいや。で、他の IC になんかくっつくの嫌なんで、根元のあたりで固定します。本当はね、先端で固定してあげるのが安定するんだろうけど、根元でいきます。基板と裏面の隙間にもちょっとだけ充填してあげます。ちょっとだけだよ。たっぷり入れました。はい、完成。じゃあ、視聴していきましょう。はい、そしたら接続してみます。動いてますね。こっちでも認識してます。で、コンデンサ変えたんで、いきなり聞かずにね、ちょっとだけエイジングしときましょう。とりあえず、ちゃんと LR 音は出てます。音量すごいちっちゃい状態で、どうだろう、30分ぐらいかな。ちょっとこのままにしておきます。はい、もうね、1時間ぐらいですかね。かけっぱなしにしてあります。で、ここからちょっと視聴の方していきます。はい、視聴行いました。音良くなりました。でね、実はコンデンサを変える前に、改めて音の評価してたんですよ。最初の状態の、問題点っていうかね、音の広がりが少ない。で、定位は良かったんですよ。なんだろう。音の広がりがない分、定位が良かった。ただ、左の音も右の音も狭いその空間の中で鳴るんで、音がごっちゃになってうるさく感じてたんですよね。で、ちょっと高い音が強かったんですよ。ハイレゾ風にセッティングしてたのかどうかはちょっとわかんないけど、なんかそんな感じだったんですね。音はいいんですけど、音が広がらなくて、音同士がまとめて入ってくるんで、ちょっとやかましいというかうるさい感じ。それがね、結構解消されました。音場が広がったっていう感じなんですかね。すごく広いっていう感じじゃないんですけど、どうだろう、イメージ的には頭の大きさよりはちょっと広がった感じ。お兄さんがね、普段使ってるラックスマンのやつが、結構広いんですよ、音場が。それよりはちょっと狭いんだけど、元の状態よりはね、かなり良くなってます。ただ、ボーカルの定位もちょっと甘くなってますね。で、音場が広がって、音が左の音、右の音とかもちゃんと分かれるようになったんで、音楽がね、静かに聞こえるっていうか、やかましさがなくなるんですよ。左の音は左の音で、その時右の方は音聞こえなかったりするんで、楽器の音はそれぞれ大きくなっていくけど、うるさくはなんないんですよね。それがね、だいぶ変わった。狭い部屋で演奏すると音がまとまっちゃってうるさいけど、広い部屋でやるとうるさくなくなる感じ？そんな感じです。で、その音場が広がったことによって、残念ながら、ボーカルの定位もちょっと甘くなっちゃいましたね。一言で言うと安っぽさがなくなりましたね。で、多分今回変えたコンデンサーって、基本的にはその電源用コンデンサーだと思うんですよね。音の信号用のコンデンサーじゃないんじゃないかな。ちょっと回路しっかり見てないんだけど、今回改造もね、お金かかってないからね、全然。部品多めに買って1608円だから、余計に買った部品が500円ぐらいあるんで、実質1100円ぐらいですね、改造費は。これは結構ね、おすすめかもしれない。
もしかしたら低インピーダンスのコンデンサーにするともっと良くなるのかもしんないね。まあでも一応いいやつなんじゃないの？日コン LF シリーズ。アップグレードって書いてあるし。あ、一応低インピーダンスだ。低インピーダンス品、ハイリプル、高周波対応、超低 ESR。あ、そうだ。これの上位グレードは超低インピーダンス品って書いてあるのかな。それがね、欲しかったんだけどなかったのかな。そんな気がします。導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサっていうのが日コンとパナソニックが有名なのかな。でパナソニックのそのいいやつ、その上位グレードのやつも売ってたんだけど、なんかね、それはね、あんま音が良くないっていう評判で、この表面実装タイプのやつでね、パナソニックのやつ売ってたんだけど、なんかあんまり音が良くないみたいで、それは避けました。なんか日コンのやつがいいらしいよ。で、今回やったハンダ付けの方法は、推奨はしません。ちょっと喉乾いたんで、マウンテンデューいただきます。うまい。いや、スイーツタイムね、そろそろやめようかなと思って、もうこういうなんかジュース飲むぐらいにしておこうかなと思って、で、マウンテンデュー買ってきました。一応ほら、ご褒美的な意味合いでね、スイーツ食べてたんだけど、なんかね、垂れまくった。垂れまくった。ああ、床もいっちゃった。なんだよ、これ。むちゃくちゃ垂れたよ。中身の3分の2ぐらいこぼれた。ひどいよ。結構気をつけて食べたのに。こんなにこぼれんの初めてだ。お兄さんね、シュークリーム食べるとき吸い込むんで、ほぼほぼこぼさないんだけど、これ生地が弾力あって、吸えてなかったみたい。全然クリーム食えなかった。ほぼこぼした。シューアラクレーム130円。デリカシェフ大宮工場。味はわからん。生地しか食ってないから。多分美味しいんじゃん。まあ、めちゃくちゃこぼれるからね。気をつけて食べてください。なんてこった。お兄さん無意識のうちにシュークリーム食べてるよっていう動画にしようと思ったんだけど、とんでもない失敗した。はい、ごちそうさまでした。どうしようかな、これ。使いたい人います？お兄さん使わないんで、あれしようか。あれしよう。デジタルケーブルでの接続はチェックしてません。お兄さん使わないんで、届いたら試してください。まあ、壊れてても知らん。まあ、詳しくは Twitter 見てください。ということで、熊黒お兄さんの DIY では普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。あと気軽にコメントもください。熊黒お兄さんでした。バイバイ。